世界大陸で起こることは日本列島で起こる。日本列島で起こることは世界大陸で起こる。これがまるで波のように影響し合う日本ひな形システムです。そしてこのシステムの正体は宇宙規模で計算されたカルマ、因果そのものでした。こんにちは、前巻です。今日は日本のインバウンドと移民問題の裏に隠されたカルマの法則を暴き、最後に今後数年以内に具現化する最も恐ろしい東京と中国のひな形リンクについて読み解きます。まず、今日本に押し寄せている大量の外国人観光客、これをひな形システムで読み解くとある時代と完全に一致します。それが1985年のプラザ合意以降の日本です。当時歴史的な円高とバブル景気を背景にハワイやヨーロッパへ日本人観光客が記録的な規模で殺到しました。その日本の過去のログが今円安という真逆の背景のもと、世界から日本へ押し寄せる波として現像化しているのです。しかしこれほど旅行者が殺到しているのに暴動レベルの大きな問題が起きていないのはなぜか。それは当時の海外旅行を楽しんでいた日本人が現地で大きな問題を起こさなかったカルマが反映されているからです。では本題の移民問題はどうでしょうか。すでに日本には412万人以上の外国人が在留しており、ニュースでは日々さまざまな事件や問題が報じられています。実はこれ単なる政治や経済の問題ではありません。カルマというスピリチュアルな視点で読み解くと全く別の壮大な真実が見えてきます。結論から言いましょう。今日本に集まってきている彼らの魂の大半は過去の時代において日本人だった存在です。だからこそ日本語をすんなり覚えられたり、日本という土地や企業に強い縁、カルマを持っているのです。良いことも悪いことも含め過去に結ばれた複雑な人間関係のセットが今この時代に再び引き寄せられ、私たちの目の前の現実として具現化しています。少し神話のような話をさせてください。かつて地球の未来を再構築する際、日本をモデルケースにする計画がありました。しかし高次元の存在であるシリウスが当時の日本人の魂の成熟度を見て、このままでは計画が破綻すると判断したのです。そこでシリウスは一部の魂が日本に生まれ落ちないよう、いわば魂の配置転換、カルマの書き換えを行いました。その時別の場所に配置転換された魂たちが時を超え過去のカルマを清算するために今再びこの日本という土地に集結している。これが移民急増の裏にある真のシステムです。しかし安心してください。この現象は永遠には続きません。なぜなら私が読み取る未来のカルマログには彼らの子孫が日本に永住し続ける未来が刻まれていないからです。カルマの清算が終わる数十年後にはこの波は収束し、彼らはいつの間にか日本からいなくなっているはずです。 AI による完全自動化か、それとも別の理由か。ここまでは過去と現在のカルマの清算です。しかし本当に恐ろしいのはこれから起こる未来の現像化です。視点を日本と世界から東京と中国へ絞り込みましょう。今中国で起きているあの惨劇は数年後の東京の姿です。実は中国大陸と日本の首都圏はひな形として完全にリンクしています。証拠をお見せしましょう。中国大陸が首都圏、そして隣の朝鮮半島が房総半島。形だけではありません。こうやって地図を見ると北京、上海、香港といった主要な都市の位置が東京都、川崎市、横浜市と人口の集中度合いまで酷似しています。ただの地図の類似だろと思うかもしれません。しかしシステムは地形だけでなく産業や人間の業、カルマまで完全に連動させています。例えば首都圏の隣にある房総半島、千葉県を見てください。ここはひな形論では朝鮮半島に該当します。驚くべきことに形が似ているだけではありません。北側が工業地帯、北朝鮮、千葉北西部、南側が農業地帯、韓国、千葉南西部という、その土地が持つ産業の役割まで完全に一致しているのです。そしてもっと恐ろしい人間の業、カルマの連動があります。かつて中国では一人っ子政策などの影響により農村部を中心に生まれたばかりの女児が川へ流されたり、
井戸に落とされるという悲惨な命の選別が社会問題になりました。この残酷なカルマのログは中国だけのものではありません。日本の首都圏の基盤である関東エリア、日立の国や下野の国などの過去の歴史を紐解くと、度重なる飢饉や年貢の取り立てにより生まれたばかりの赤子を親の手で窒息させたり川に流す、間引き、口減らしが横行していました。時代こそ違えど、どちらも構造的な貧困とルールの下で行われた悲惨な命の選別、これこそが中国大陸と日本の首都圏を深く結びつける下地の連動、カルマのログなのです。では時代を進めましょう。かつて日本が経験したバブル崩壊は今まさに中国でどう現像化しているのか。現在中国では不動産バブルがはじけ、見渡す限りのゴーストタウンが広がっています。これは単なる経済の失敗ではありません。日本のバブル崩壊という過去のカルマを中国が巨大なスケールで被っている状態なのです。つまり中国は今東京のカルマの波を浴びている状態なのですが、これらは日本からの連動とこれから中国から東京へ影響すると思われる連動が混在しています。注目すべきは現在の中国の若者の絶望、上昇志向の放棄、寝そべり族が未来の東京の若者に類似しうる可能性です。この中国の若者の絶望は社会構造に原因と言えますが、近未来の日本でも社会構造の問題によって上昇志向を放棄した寝そべり族的な状態に陥る可能性があります。このように近未来の東京を予測するならば、中国の状況を知ることは未来のシステムログを解析するように重要なのです。ここで鋭い方なら一つの疑問を持つはずです。では今世界で最も危険視されている台湾は日本の首都圏のどこに当てはまるのかと結論から言いましょう。地図上では藤沢市の真南に位置する大島辺りが形としては台湾でしょうが、台湾の完全なひな形カルマは存在しません。なぜなら台湾は戦後に形成された特殊な歴史を持つため、古代からの土地のログが定着していないからです。なんだ、ひな形システムは完璧じゃないのかと思うかもしれません。しかしシステムはもっと複雑で恐ろしい形で機能しています。土地のログがない場合、それは事象、出来事のログとして現像化するのです。今中国と台湾の間で起きている強烈な緊張状態、これと全く同じログを東京都は過去に記録しています。それが東京都による尖閣諸島の強引な購入問題です。覚えているでしょうか。国ではなく東京都という一自治体が他国と揉めている島を買い取ろうと動き、それが国際的な大問題へと発展した異常な事態を、あれこそがまさに台湾有事という巨大な事象を引き起こすための東京で起きた先行ログ、火種だったのです。では数十年後の東京はどうなるのか。それはこれから中国がどの結末を迎えるかによって2つの恐ろしいシナリオに分岐します。まず1つ目のシナリオ、もし中国で台湾有事のような破壊的な戦争が起きた場合、過去の関東大震災の連動ログ、海原地震、関東大震災が示す通り、東京にも数年遅れて現代版関東大震災が現像化する可能性が高まります。つまりどちらも破壊からの脱出です。2つ目のシナリオは社会構造の崩壊です。もし中国共産党が内部から潰れ新たな体制へ移行した場合、東京では物理的破壊ではなく社会構造の完全な変化が起きます。東京という都市にいるメリットが完全に消失し、若者たちが一斉に地方へ逃げ出す東京脱出、エクソダスブームが起こるのです。そんなわけがないと思うかもしれません。しかし思い出してください。歴史は常に大衆がありえないと笑ったシナリオへと進んできました。私が最も致命的だと感じるのは、次の時代を担う中国の若者たちが絶望し、上昇志向を捨てた寝そべり族と化している事実です。国とは人です。人が絶望すれば国は内部から腐敗します。これが数十年後の東京の姿だとしたら、今の東京の異常な少子高齢化はその崩壊への完璧なカウントダウンに他なりません。現状を維持していて若者が多い東京都でさえも、2040年には東京都の全人口の高齢化率は約 29% となる見込みです。都民の3人に1人が65歳以上になる。その頃に途方もない数の地下鉄路線を含めた在来線が維持できると思いますか。このまま何もなくても2100年には東京都民は半分強の人口、2100年までに何かがあれば半分、
それよりも一体何人、中国14億人の人々は2100年には何人ですから、私はニュースが気がかりなのです。さて、一体どちらのシナリオに転ぶのか、その答えは数年以内の中国の動向が全て教えてくれます。最後に一つだけ、この絶望的なシナリオの先にある奇妙な未来をお伝えします。2040年以降、若者が消え、人々が脱出した東京。そこには何が残るのか。それが AI です。人間の労働力が完全に失われた巨大都市東京は、皮肉なことに AI による完全自動化システムに乗っ取られ、人間不在のまま稼働し続ける無人のスマートシティへと変貌する可能性があります。移民問題、大脱出、そして AI の支配。中国の動向は、この恐れるべきシナリオの幕開けを告げる未来のログなのです。全館チャンネルでは、これからもオールドメディアが絶対に報じない水面下で起こる真実を共有していきます。少しでも興味のある方は、ぜひチャンネル登録をして、次回の動画をお待ちください。それでは、また次の真実でお会いしましょう。